OK いいよ。いいね、タイミングちゃんとつかめてる。すごい本人びっくり。一番びっくりしてる。いい。なんかそんなに振ってる感ないけど、上がってるで。素晴らしい。皆さんこんにちは、ひがです。萌です。お願いします。はい、ということで、本日の動画なんですけど、本日の動画はヘッドスピードを上げる練習をしていきます。今までにもヘッドスピード上げる方法っていうのをいろいろやってきたと思うんだけど、今回その中でどんな内容になるの？今日は、ですね、今までなんとトップの位置とかいろいろやったけど、今日はねタイミングの取り方、スイング中やっぱタイミングがずれると振り遅れだったりとか、手が先行して引っ掛けとか出るから、正しいタイミングの取り方、まあ主に下半身ですね、やっていくのは。下半身でタイミングを取るやり方をやっていこうかな。私もよく振り遅れます。こうなったら確かに、まあそれもね治ってくるかなと思うのでやっていきましょう。お願いします。特にラウンド中とかも距離出なくて悩んでる方いると思いますので、出ない人は見てください。ということで早速やっていきたいと思うんですが、萌が代表してやってもらう。まあレッスン前とレッスン後でどれぐらいヘッドスピード、まあ距離が変わるかどうか見ていこうかなと思うので、萌の出番です。頑張ります。お願いします。行きましょう。OK。お、いいですよ。OK、いいよ。おお、いいですいいです。OK。ナイス、いいね。OK です。ありがとうございます。萌に今何球か打ってもらった時のデータを説明しておきます。ヘッドスピード平均が 33.8、トータルの飛距離の平均が178。まあでも女性にしては飛んでますね。でもここからもっともっと飛ばせられるようになるし、実際に動画でなんか企画みたいなやった時もっと飛んでたじゃん。そうだね。100いったんだよね、あの時。言ってた。にしてはちょっと距離が落ちてる方だよね。なんで上げていけるようにまたいきましょうか。というところでヘッドスピードトータルですね。またレッスン後も取っていきますので、いきましょうか。じゃあ早速説明します。お願いします。まずヘッドスピードを上げるポイントなんですけど、ヘッドスピードってまずそもそもどこを測定してるかわかります？インパクトの瞬間とかじゃない？そう、インパクトの瞬間の何でしょう？何のヘッドスピードっていうことだから、ヘッドのスピード？そう、ここを測定してるんですけど、なんとなくみんなここを振ろうとするのね。手元。ヘッドスピード測ってるのは手元がボールを通過するスピードじゃなくて、ヘッドがボールを通過するスピードっていうことをまず頭に入れててほしいんですけど、そうするためにはやっぱ手元がこう先行してばっかりではヘッドは遅れてきて、これがまあ俗に言う振り遅れ。振ろうと思えば思うほどこうやってここばっかり振る人がいる。これではヘッドスピードが上がってこない。たまに萌もこうなる。さっきもなってた？いや、さっきはそこまでなってない。あくまでもヘッドを走らせる。ヘッドがボールを速く追い越せるようにするのがヘッドスピードだと思ってください。で、そのタイミング、どうやってヘッドを通過させるかっていうタイミングの取り方があるんですけど、よく言うのは振り子を聞いたことあります。イメージしてほしいって言うんですけど、わかりますね。そう、ヘッドスピードを上げるには俗に言うこう振り子のイメージでって言うんですけど、上がってない状態っていうのは、このヘッドが動く動きとクラブがこう同時に同じ方向に動いてる状態。ヘッドが右側に動くときに
グリップも右に動いて左に行く時に左にちょっとっていう感じなんですよ。わかる言いたいこと。わかる。じゃあもう一回。オッケーいくよ。ヘッドが走らない人は、ヘッドが右に行く時にクラブもここも一緒に動いちゃうの。こういう状態。これって走ってないじゃないですか。でヘッドスピードを上げる時っていうのは、ヘッドがここに右に到達した時にグリップはもう左に動き始めてるのね。ここからビヨーンって。でこっちにいた時にはクラブがこっちに動くの。みんな見ててね。みんな見ててね。みんな見ててね。ごめんなさい説明が。ヘッドが右に行った時に落ちてくる前にここは前に引っ張る動きが入るんですよ。これはこうすることによってここが加速して戻ってきてだんだんこう振り幅が大きくなってくるんだけど、悪い人っていうのはこのままこうやって振ってるだけだよね。ほら上がってこないじゃん。ちっちゃい。そうこれだと上がらないんですよ。でこの引っ張る動きっていうのはこれあくまでも手の動きではなくて体の体重移動のタイミングね。そう手で引っ張っちゃうと振り遅れちゃうからここは体、ここが腕。下半身の体重移動の話なんで、まずはタイミングですね。上げて下ろす前に体重移動が必要になります。なんとなく伝わりましたでしょうか。こういうスイングですよね。体重が左に乗ってから振り降りてくるっていうのが。逆に今ので、悪い例やるとどうなる？なると、やってみるね。やったことないけどこうやって同じタイミングで振ってる。振り降りてくるタイミングと体が揺れるタイミングが一緒じゃないですか。でもいい時は降りる前に左に。違う。わかるよ。よかった伝わってこれが体重移動のまずタイミングです。これが一つ。であとはこれもまた振り子イメージしてほしいんですけど、次は最速にしていくんですけど、この時に体重移動だけではゴルフ打たないので、回転するタイミングだったりとかがあるんですけど、回転するタイミングで左の膝をうまく使えるようにしてほしいんですね。で体重移動だけで打つ人って、乗って左膝が曲がったまんまこういうフィニッシュになっちゃうと、これもうまく下半身を使えてない状態でまだ回転しきってない状態なので、この動きを入れやすくするために左膝を打った後しっかり伸びてる方がいいんですけど、伸ばすタイミングですよね。伸ばすタイミングがまた次重要なんですけど、よく地面反力って聞いたことある？あるよね。地面をなんとなくこう蹴ってるような動きを入れていきたいんですけど、イメージとしてはブランコこうやって乗るやつブランコなんでもいいんだけどブランコの立ちこぎしたことある？あります。なんかこうやってさ乗るじゃん。あれって高く上げようとする時ってこう降りてくるタイミングで膝をこうキュッて曲げて加速させるじゃん。これと同じ。降りてくるタイミングで沈んで、でも沈みっぱなしだと加速しないから沈んでヒュッて伸びるじゃん最後。でしゃがむ時にもう一回沈んで伸びてっていう動きをスイング中でイメージしてほしいんですけど、これがブランコだとすると、ここに降りてくるタイミングでヒュッて降りてくるタイミングで膝がでも伸びる、伸びる。この動きをスイング中に取り入れられると、これがいわゆる地面反力になってくるんですけど、降りてくるタイミングで、ここで踏んで伸びる。大げさにやるとこういうイメージ。沈んでるの分かりますよね。横移動だけよりもさらにヘッドが加速するポイントになる
ので、伝わったかなみんなに、やってみたらわかるかもね、そうだね。実際に皆さんもイメージつきにくい時はこうやってクラブを振ってて、まずは体重移動のこのタイミング、こう横にね、入ってくるタイミングプラス降りてくる前にさらにこの膝を使うと、ここでピュンってヘッドが速くなるのが分かるので、それやってみると分かりやすいかもしれないです、まず体重移動のタイミングね。そう、足もう少し開いた方が分かりやすいと思う。そう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 。で、そう降りてくる前に左に乗る。そう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 。そう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 。いい。さっきよりなんかスイングワークが大きく見える。いいよ。じゃあ打ってみましょうか。いけるかな。いけるかな。オッケー。いいよ。いいね。タイミングちゃんとつかめてる。おお、すごい。すごいすごいすごい。本人びっくり。一番びっくりしてる。いい。なんかそんなに振ってる感ないけど、上がってるね。素晴らしい。1球目から。もう1球ぐらいやってみる。3球ぐらいどうよ。ああ、惜しい惜しい。まあ大体みんなでも最初はこうなる。タイミングがまだつかめないとこうなるので問題ないです。タイミングね。タイミングだけ。そう、立ちこぎをイメージしてあげてください。立ちこぎだけをイメージ。少女に戻って。小学生の頃に戻ろう。オッケー。ちょっと当たり悪いですが。おお、でもヘッドスピードはすごくいいね。オッケーオッケー。ボール初速も出てますね。惜しい。オッケーオッケー。でも距離出てきてますね。いい感じよ。タイミング難しいですか？難しいけど、思ったよりも早くにこのなんていうの下がるんだなっていう。あ、そうだね。けどそっちの方が気持ちよく確かに触れる感じはある。素晴らしい。やってみた方がいいですね。オッケー、ナイススイング。おお、ナイス。いいね。いい。ナイススイングです。掴んできた。何球か打ってくれれば、多分自分の中でタイミングつかみやすいと思うので、ちょっとこれでデータ説明してみましょうか。お願いします。はい。ということで、ちょっとレッスン後に萌えに何球か打ってもらったんですけど、タイミングどうですか？タイミング。打ちやすかったか。最初はなんか多分自分のいつもの感じと違うから違和感だったけど、やってみるとあれめっちゃ気持ちよく振れるってさっきも言ったけど、なんかスイングが安定というか、なんか綺麗に振り抜ける。おお、いいことですね。だからすごい気持ちいい。最高じゃないですか。じゃあその感覚で振ってもらってる感じでちょっとデータを見比べていきましょうか。レッスン前がヘッドスピードの平均が 33.8 だったのが、レッスン後の今ヘッドスピードの平均 36.3 まで上がってるので、だいぶ上がりましたね、ヘッドスピードはね。で、距離なんですけど、トータル距離がさっき178ちょいだったかなが、今平均で188まで上がってるので、まあ飛距離伸びましたね。10ヤードぐらいトータル距離は伸びてるかなと思います。なんですけどヘッドスピード 2.5 ぐらい上がってるのか、2.5 ぐらい上がった割には距離がまだ10ヤードしか伸びてないっていうのは、まだちょっとタイミングがねまだやりたてで掴みきれてないっていうのもあって、ミート率が少し若干落ちてしまっているので、これはねちょっと球数打ってもらって自分のタイミングをやっぱ毎回同じタイミングで打てるようにしていかないといけないかなっていうのはあるんですけど、飛距離はね今のタイミングさえ掴んでもらえれば上がってくるかなと思いますので、っていうところで。これさ、今日はドライバーでやったけどさ、アイアンも何でも関係することなの？
そうだね、アイアンでもやっぱ基本的に振り方の基本は一緒なので、このタイミングの取り方もアイアンだから違うっていうわけはないと思うので、同じ振り方でイメージしてもらえるといいかなと思いますね。はい、習得できるように頑張ってね。これ、いい結構本当になんか、最近自分のスイング気持ち悪いなと思ってて、違和感がね、今日これやったら本当にフォローもなんか気持ちよく、あんまり詰まらず振れる感じがあるので、フォローがね、いいっていうことはヘッドが走ってるから、振り抜きが気持ちいいっていうのはそういうことだと思うので、皆さんも萌えが絶賛してるのでやった方がいい。やってみてください。やってみてください。はい。本日のレッスンのまとめをやっていきましょうか。ちょっと複雑だったかもしれないんですが、まとめます。まず振り子イメージしてもらっていいんですけど、振り子の最初にやったこの体重移動のタイミングと、こう地面反力を使うこう沈むタイミングは一緒だと思っていいかなと思います。上げてヘッドが降りてくるのと同時に行くのではなくて、振り下ろす前に先に下半身がしゃがんでくることによってインパクトでヘッドが最速に走る。でこの体重移動は左に踏み込みながらやってあげれると体重移動も一緒に入ってこれるので、ここだけでしゃがむんじゃなくて左に踏み込みながらっていうのがポイントかなと思います。で注意はドライバーは頭が一緒に突っ込まないように、ここに頭残したまま下半身の踏み込みを入れてあげれるといいかなと思います。で最初注意ポイントというか、最初は球打たなくていいかも。最初素振りとっても大事だと思う。タイミングって実際球あるとどうしても人ってこう打ちたくなっちゃうからタイミングつかみづらいので、最初はこう素振りで別にクラブなくても家でもできることだと思うので、それやってあげてもいいかなと思います。なんかさ、ふと今思ったんだけど、2人でやった練習ドリル、トレーニングのね、あれもよく考えてきたら、重たい時振る時に重たいからしゃがんで振るってやってた気がするんだよね。やってた、マジでそうだね。重たいもの2本で振ってた時でね、2本で振る時もやっぱり重たいものって手だけで振るとすんごい疲れるから、体全部使ってこう持ってこようとするじゃん、それも分かりやすいかも、確かに。だからね、あれもやっぱおすすめ。そうだね、おすすめ。なのでこの重たいもの振りながら下半身のタイミングつかめたら最高だよね。練習素振りでクラブ2本持って、アイアン持ってこうタイミングつかんであげれると、さらにもっとヘッドが走る感覚が分かると思うので、いいね。いいよね。ぜひ皆さん組み合わせてね、やってもらえればいいかな。いいと思います。それは。はい、皆さんぜひやってみてください。お願いします。はい。Eスイングにはスイング練習に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また Eスイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE から、正面と後方からの自分のスイングと、今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってみてください。それを見て私が1分間のレッスン動画を、送らせていただきます。ぜひ LINE 登録とスイング動画の方をお待ちしております。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 LINE 登録お待ちしております。それでは次の動画でまたねー。